水を5カップ入れます。10人作った時には10カップね。7人の時は7カップ入れればいいんですね。それに鰹節が出汁を吸っちゃうのでちょっと減るから 4人の時は4カップですけど5カップ入れます。で初めから煮立ってから鰹節を入れましょうなんて言うとやけどすることもありえますので、初めから水から入れちゃいます。水から入れて沸騰したらこします。今は便利に、いろんなだしの素が売ってますけど、本来は鰹節とか昆布とか煮干しで取ったのが昔からのお味噌汁ですね。でやっぱりこういうものを家の中で料理をするとすごくいい香りがするんです。だしの香りが。そうすると子どもたちって幸せなんだな、こんないい匂いがしてる家にいられるのは楽しいなっていうふうに子どもが思うかもしれませんし、第一私がいろんなところでお子さんと料理をしてる時に鰹節とだし取ってるだけでああいい匂いがするってほとんどの子が歓声を上げます。だからできればパックについている本だしとかそういうふうなパックのだしではなくて鰹節でだしを取ってください。だしに使う家庭のお味噌汁だったら 100g で300円から350円ぐらいの鰹節のパックを買っとくといいんじゃないかなと思います。高級料理屋さんの味ではなくてもそのくらいので家庭だったら美味しくいただけると思うんですね。だからそれの今日は5分の1使ったことですので、350円だとしたら5分の1、70円で4人分の味噌汁の出汁が取れるわけですね。ペットボトル1本買うよりずっとお安いですよね。だからそういう意味では体に優しい出汁を使ってお子さんに味噌汁を作ってほしいなと思います。日本人の食事の原点はご飯と味噌汁とお漬物、これさえあれば本当に豊かに暮らせるだなと思うんですけど、買ってきたレトルトのものとかで過ごしてしまうとちょっと悲しいかなと思います。じゃあ1分ぐらい煮立てましたのでこします。家庭だとぐっと絞っていいですから、料亭だとそんな絞ると濁るとか言いますけど、味噌汁だから濁っても別に。はい、これで汁を絞りますね。はい、そしたらこれをまた火にかけます。それでお豆腐に火を通します。小松菜も1羽だと茹でてこういうふうに細かく切ってで水分を絞って冷蔵庫に入れておくと、おうどんに入れてもいいし、それから味噌汁に入れてもいいし、それから八宝菜なんかの、野菜炒めに入れてもいいし、とても便利ですので、この小松菜は一年中作れてる日本のお野菜ですので、ぜひ小松菜を利用していただきたいなと思いますし、牛乳の 1.7 倍のカルシウムがあるのでとても子どもの体にはいいかなと思います。常備こうやって置いとくと青みがあってとても油揚げと煮ても美味しいし、焼きうどんに入れても美味しいし、これで沸騰してきたら味噌を入れますね。小松菜は30秒ぐらい茹でて、それで水にさらしてギュッと絞っておくとシャキシャキとしてとても美味しいですし、茹ですぎるとちょっと味が落ちてしまうので、やっぱりシャキシャキ感があったものの方が美味しいかなと思いますけど、お年寄りにはそれなりに歯の都合で柔らかく茹でたのをさらに長く時間を茹でてあげればおばあちゃんたちは喜ぶと思います。味噌は最後に入れます。発酵食品なのであんまりグラグラに立てると麹菌も飛んじゃうし、それから香りも失せるので液際に入れてパッと火を止めます。これは自家製の味噌で去年の味噌です。だいぶ色が濃くなってきますので発酵が進んでますね。だけど旨味が増すので、3年味噌っていうのは
3年経つとよくみんな味噌汁飲むと血圧上がるとか言いますけど、逆に血圧を下げる効果があるというふうに言われてますので、味噌汁は1日に1回飲みたいな、飲ましてあげたいなと思います。本当に赤ちゃんたちも本当に味噌汁って大好きなんですけど、お母さん方はなんかすごく塩分取りすぎじゃないのとかって心配されてますけど、そうじゃなくってやっぱり大人の半分ぐらいに収めて飲ましてあげるとすごく喜んで飲んでくれますので、日本人としたら味噌汁が最高の飲み物かなって私は思います。でブツブツ言ってきたので味噌を溶いて入れますね。だいたい大豆1キロで麹1キロで、味噌が4キロ取れます。作れます。すごく美味しいですこれで沸騰する直前で火を止めます。で味噌汁出来上がりです。すごく簡単でしょ。いろいろね、その季節によっていろんな野菜を入れるってことが大事かなと思うので、小松菜も美味しいですけどキャベツも美味しいし、大根も美味しいし、かぶも美味しいですね。 2,3 種類いろんなお野菜を入れて、そこにわかめを入れたりお豆腐を入れたり油揚げを入れたりして味噌汁を楽しんでみてください。でこした汁の残りのかすはふりかけを作ります。さっきのだしを取った鰹節、このくらい量があります。火にかけます。ちょっとからいりしてね、でそこに砂糖と醤油を適当に入れます。だいたい大さじ1杯ぐらいね、大さじ1杯で、砂糖が大さじ1杯ぐらい。ちょっとカラカラになるまで水分飛ばします。子どもたちはご飯にふりかけをかけて食べるのが大好きなんですけど、この鰹節の残ったかすで作るふりかけはまた極上の味がするそうなので大喜びです。おにぎりに入れたり、それから朝ちょっと食欲がない時にはそれをかけてご飯食べてもとても栄養があるし体にいいので、ぜひお子さんにも作れますので、何回かやってるうちにお子さんにやらしてみてください。とても喜んで作ります。鍋の底がカラカラになる程度までいってください。鰹節が剥がれるように。はい、大丈夫かな。はい、いいです。出来上がり。チリチリと言ってきました。はい、ちょっとごまを入れようかな。はい、はい、次ごまを振りかけました。